私の名前はさやか、35歳の会社員だ。夫の俊二と結婚して半年。結婚したのが遅かったので、子供のことや家のことなど、正直言うと色々焦っていた。そんな時、夫が突然、住宅展示場のチラシを持って帰ってきて、今度見に行かない？という。知り合いが住宅メーカーに勤めていて、チラシをもらったそうだ。買うか買わないかはさておき、一度こういうのに行ってみてもいいかもしれない。私は少し楽しみになってうなずいた。次の週末、私たちは住宅展示場に出かけることにした。焦っていた部分はあったけど、それを除いても、こうして実物を見てしまうと欲が出る。今のマンションも手狭になってきているし、やっぱり戸建ては憧れだ。この年になると、周りは子供がいたり、家を買ったりしていて、結婚が遅かった私は劣等感すら抱く。そして夫婦で話し合い、家を建てる方向で考えることにした。話はトントン拍子に進み、比較的立地のいい場所に新築一戸建てを購入。引っ越しの準備をする時点で、新しい生活にワクワクしていた。それが、まさかあんなことになろうとは。新居に引っ越して1週間。やっぱり戸建てにしてよかったと、私はどことなく浮き足立っていた。今までよりも夫婦の会話が増えて、なかなか楽しくやっている。すると、突然お姉さんが訪ねてきた。実は、私はお姉さんのことが苦手だ。定職にもつかず、好き勝手に生活している。義実家に住んでいるはずだけど、ほとんど帰らないようで、義両親も何をしているのかわからないと言っていた。お姉さん、どうしたんですか？私が尋ねると、お姉さんは私を見下して言った。弟の家に遊びに来ちゃいけないっていうの？最初からそんなに敵意をむき出しにされても困る。この人は世間話もできないのか。というか、夫は確かに弟だけど、私はある意味他人だ。ここは私の家でもあるのに、そんな言い方はないだろう。内心そう思っていると、夫は私の様子には気づかずに、にこやかに話しかけた。姉さん、来るなら一言言ってくれれば、ワインでも用意したのに。夫はシスコンの毛があり、お姉さんのことが大好きだ。普段は離れているから気にならないけど、私に敵意をむき出しにしてくるお姉さんと一緒の空間にいると、夫の態度になんだか不安になる。結局この日はお姉さんの接待になってしまって、大事な休日が潰れてしまった。まだ片付いていない部屋を片付けようとか、足りない家具を見に行こうとか思っていたのに。夜、お姉さんが帰ってから夫に言った。お姉さん来るって言ってたの？せめて前もって言ってくれれば、こっちも予定が立てられたのに。お姉さんとお酒を飲んでいた夫は気が大きくなっているのか。別にいいだろ、身内なんだから。と、私を見て呆れたように言う。その態度にイラッとしたけど、まあ今日だけだし、と、なんとか忘れることにした。それなのに、翌日もお姉さんがやってきた。しかも夜遅くまで夫と二人で飲んでいて、もう帰るの面倒になったから泊まっていくわ。と言い出した。そんな、お客様用の布団も出してないし困ります。私がとっさにそう言うと、夫が口を出した。困るってなんだよ。お前はソファーで寝て、お前の布団を姉さんに貸してやればいいだろ。は？今なんて言った？カチンと来たけど、その場はなんとか我慢をした。でも、人の布団で寝るのなんて嫌でしょ？シンジの布団を貸してあげれば？私が譲歩できるのはここまでだ。私は他人に布団を貸すのも嫌だし、
他人の布団を借りて寝るのもちょっと気が引ける。ほとんどの人がそうじゃないだろうか。お姉さんにとって私はいわば他人だし、まさか夫の提案は飲まないだろう。それなのにお姉さんは思わぬ回答をする。ああ、別に私は大丈夫だよ。いや、大丈夫だよじゃないよ。そこは遠慮するところでしょ。私はそもそも泊まってほしくなんかないんだから気づいてよ。心の中でそう思うけど、この人に察してほしいというのは無理なのかもしれない。私はため息をついて急いで荷物を置いてある部屋に行き、まだ荷ほどきしていない客用の布団を出した。面倒ではあったけど、自分の布団を貸すよりはいい。とりあえず布団を敷いてリビングに降りると、なんと二人はソファーで寝ていた。テーブルの上にはビールの缶やつまみが残されている。私は怒りが湧いて、寝ている二人を見て見ぬふりをして自室に戻った。翌日、お姉さんが帰ってから夫に釘を刺す。ねえ、お姉さんが来るときは事前に言ってよね。こっちにだって予定があるんだから。はあ？お前の予定なんて大したことないだろ。身内がいつ遊びに来たっていいじゃないか。それにお前は酒が弱くて一緒に飲めないだろ。一人で飲むより二人で飲む方が楽しいんだよ。それを言われると自分が悪いのかという気すらしてくる。確かに私はお酒が全然飲めなくて、お酒が好きな夫は昔から一緒に飲めればいいのにということがあった。外で飲まれるよりはいいのか。他の女と飲むくらいなら、家でお姉さんと飲んでくれていた方がいいのか。そんなことを考えていると、夫が言った。ああ、ビールなくなったから買っといてくれよ。そして私の返事を待たずに仕事に行ってしまう。残された私はため息をついた。数日後、私が仕事から帰るとインターホンが鳴る。出てみるとお姉さんだった。シンジが早く帰れるから一緒に飲もうって言ってたの。そう言うと手土産もなしにずかずかと上がり込んでくる。それにしてもこの家、最高の家ね。私はその言葉に少し嬉しい気持ちになる。自分の劣等感が拭えたような気がして、どこか安心した。だけど、次のお姉さんの言葉で、そんな気分はどこかに行ってしまう。今日から私も住むわ。よく見ると、お姉さんはキャリーケースを引いてきていて、玄関に置いてある。どういうことなのかと、パニックになっている私を置いて、お姉さんはソファーでくつろぎ始めた。それからお姉さんは、うちに入り浸り、冷蔵庫の中やキッチンの戸棚を勝手に漁り、勝手にソファーで寝て、勝手にうちで生活するようになっていった。はじめのうちは、住むなんていうのはさすがに冗談で、2、3日泊まったら出ていくだろうと思ったけど、全くその気配がない。夫には何度も言うが、ああ、飽きたら出てくだろ。と言って、毎晩2人でお酒を飲んでいる。夫は私の言うことを聞いてくれないし、全然頼りにならない。本当に結婚してよかったのかと疑問を感じ始めた。確かに幸せな時間もあるけど、結婚に焦っていたのも事実。離婚の文字が頭をよぎる。1週間我慢したけど、私はさすがに耐えきれなくなり、夫とお姉さんが晩酌をしているところに乗り込んだ。お姉さん、いつまでここにいる気なんですか？何言ってるの？ちゃんと言ったでしょ？ここに住むって。悪びれもせず言われて、私は余計頭にくる。なら、離婚します。今すぐ出て行ってください。そう言うと、夫が慌て始める。おい、何言ってるんだよ、さやか。冗談やめろって。冗談？今この場で冗談なんて言う気分じゃないわよ。私は記入してある離婚届を差し出した。
それを見た夫は青ざめる。え、離婚って本当に？だから、冗談でこんなこと言うはずないでしょ。それ書いて、この家から出て行って。すると、お姉さんが口を挟んだ。なに？嫁のくせにずいぶん強気ね。家主の姉である私がどうしてここにいちゃいけないの？やっぱりお姉さんは何も分かっていなかった。夫が止めるのも聞かず、お姉さんは続ける。私がここに住んであげるから、他人のお前が出ていけ。お酒の力もあるのか、お姉さんは我が物顔で私に指図する。夫は顔色を変えながらお姉さんを止めていた。姉さん、違うんだよ。ちょっと黙って。私はその様子に怒りを通り越して笑いがこみ上げてくる。すると、それを見ていたお姉さんは私を睨んだ。何笑ってるの？早く出て行きなさいよ。私は睨み返す。勘違いしているようですね。ここは私の家ですけど。そう言うと、お姉さんは馬鹿にしたように笑ってきた。はぁ？家を建てるって言って内装を選んだから私の家？シンジはどうしてこんな態度の大きい嫁をもらったのかしら？お金出してる人の家でしょ？嫁のくせに本当にずうずうしいわね。私は笑いしか出てこない。だから、私の家なんですよ。頭金は私が出したし、ローンも私の名義で、この家は私のものなんです。ポカーンとした顔のお姉さんの隣で、シンジは青ざめたままだ。この後に及んで、自分の姉のことも止められない。そんな夫に愛想なんて尽きてしまった。シンジは結婚するまで貯金はあるって言ってたのに、全然なかったんですよ。だけど、家を買うことになったから、私の独身時代の貯金を頭金に当てたんです。家のローンくらいシンジが組むと言っていたけど、まさかローンの審査が通らないなんて思いませんよね。実はシンジは、昔の借金履歴があり、しかも転職したてで、勤続年数が短く、ローンが通らなかった。借金していた過去があったなんて、この時に初めて知ったけど、少額で全て返したと言っていたので、そこには目をつむることにしていた。実際私も家を購入することに気持ちが傾いていたし、今はきちんと働いているから問題ないと思い、今後はシンジの収入も私が管理すると約束をして、私の名義でローンを組んだ。だから、ここは私の家なんです。一番大事なことをもう一度言って、シンジに詰め寄った。早く書いてくれる？荷物は後で取りに来てもいいから、とにかく、それ書いたらこの人連れて、さっさと出て行って。この人たちの顔を見たくなくて強く言うと、シンジは情けない顔で懇願してきた。さやか、考え直してくれ。本当に悪かった。姉さんは今後一切この家に入れないから。ここは二人の城じゃないか。家具も家電も二人で選んで、楽しかっただろ？その言葉に、私は笑うしかない。そうね。楽しかったよ。だってその時は、こんなことになると思ってなかったもの。それに、お姉さんのことは何度も言ったよね。今さらそんなこと言ったって遅いでしょ？それでも二人が動かないので、私はお姉さんのキャリーケースを引っ張り出してきて、玄関に放り出した。ちょっと、何してるのよ！さっさと出て行かないと、不審者が滞在していますって通報しますよ。私は、夫の方に向き直って、夫にペンを渡す。今すぐ書かないなら、このことあなたの実家にも報告するし、共通の友人にも、こと細かく話すけど、いい？義両親は、お姉さんに手を焼いていて、もう家から出て自立してほしいと言っているけど、金銭面で援助をして甘やかす夫のことも怒っている。このことが義両親にバレたら、
厳しいお父さんに二人ともこっぴどく怒られるだろう。夫はよほどお父さんが怖いらしく、そう言ったらすぐにペンを取った。私は記入された離婚届を回収し、夫に旅行バッグを押し付けた。夫はしぶしぶ荷物を詰め始める。腕組みをしてその様子を眺めていると、夫が泣きながら言ってきた。ひよ、改めて、また話に来るよ。その時までには、機嫌直しておいてくれよな。そのめめしい姿に私は呆れ返り、無言で玄関から出ていく二人を見送った。そこから私は忙しく動く。翌日には離婚届を出しに行き、弁護士の友人に相談をして、食い散らかされた高級なお肉や高級ワイン、生活費の請求をできないかと相談。この家は住み続けるべきか悩んだけど、売り払うことに決め、不動産屋を回り、査定額が一番高かった業者にお願いし、半月後にはこの家を売り払った。短期間でここまでできたのは私の怒りがなせる技だったと思う。家を売ったお金でマンションに引っ越しをし、落ち着いた頃にシンジから電話が来た。何度か連絡は来ていたが、同じことしか言わないシンジに嫌気がさして、ろくに会話はしていない。とりあえず電話に出ると、やはり同じことを言ってきた。そろそろ機嫌直った？俺、今度の週末に家に帰るよ。その言葉に私は笑った。あなた、今さらどこに帰る気？言っておくけど、あの家はもう他人のものだから。え？すっとんきょうな声を出すシンジ。買い手がついたからすぐ売ったわ。あ、シンジの荷物は実家に送らせてもらったからそろそろ届くと思うよ。あと、お姉さんの置いていった荷物もね。お父さんとお母さんにはちゃんと言っておいてよね。実家に？ちょっと待って！慌てふためくシンジだが、私にはそんなことは関係ない。あと、あなたとお姉さんが勝手に食べた食材とか生活費。二人がワインをこぼしてシミをつけたカーペット代とか、全部まとめて請求させてもらうからよろしくね。私が楽しみにして買っておいた高級肉や缶詰など、値段が高いものから順にお姉さんに食べられたり、二人のつまみになっていたりした。途中で止めたのにシンジは、ケチくさいな。と言って、私を振り払った。その恨みは忘れない。食べ物の恨みは恐ろしいんだぞ。それに、新築のために買ったカーペット。あれは私が一目惚れして買った高級品。せっかくだからとお金をかけたのに、ワインをこぼして放置したらしく、私が気づいた時にはすでに遅く、シミが取れない状態だった。結婚に焦っていた私も悪かったけど、まさかこんな解消なしのシスコンだとは思っていなかったわ。新築一戸建てだって、インターネットのブログで、俺の城だって自慢してたのね。みんないつでも遊びに来いだなんて。あの家は一度たりともあなたの家になったことはないんだからね。友達から聞かれたから、ちゃんと訂正しておいたわ。あなたはローンが通らなかったから、あれは私の家だってね。友人に聞かれて、シンジのブログを見て、私は愕然とした。嘘をついてまで自慢するなんて、どれだけ見えっ張りなのか。シンジは共通の友人にバラすなんてひどいって言ってたけど、私から言ったわけではない。私は、聞かれたことについて答えただけだ。そもそもそんな嘘をついていると思わなかったし、私に連絡が来るリスクは考えなかったのか。私は言いたいことだけ言って電話を切る。すると翌日、お母さんから電話が来た。さやかさん？なんだか荷物がたくさん届いたんだけど、これはどういうこと？シンジから聞いてないですか？
それはシンジとお姉さんの荷物です。申し訳ないんですけど、本人たちから事情を聞いてもらえますか？そういった数時間後、今度はお父さんから電話が来た。どうやらシンジとお姉さんは友人のところを転々としていたらしく、お父さんが捕まえて事情を聞いたらしい。今は義実家に戻っているそうで、お父さんは激怒している。私はお父さんに聞かれ、今回の経緯を再度説明した。すると、お父さんはより一層激怒してしまい、私には平謝り。私が請求する分については必ず二人に払わせると約束してくれた。後日、義実家に呼び出され、お父さんとお母さんに頭を下げられた。その横で、シンジとお姉さんも頭を下げる。二人は相当怒られたのか、旬となって顔にあざまで作っている。そして私が請求していた金額は一括で支払われた。迷惑をかけたというお父さんの計らいで、その金額は上乗せされていて、財産分与についてもシンジには放棄させたとのことで、婚姻時代の貯金についても全額きっちり回収できた。シンジとお姉さんは実家に戻され、お父さんとお母さんに厳しい監視をされ、人に迷惑をかけないようにと門限まで設けられたらしい。シンジはこの一件で友人のほとんどを失ったという。私は請求した金額以上に支払ってもらったので、もうこの兄弟に用はない。無事に縁も切れてすっきりだ。その後の私は結婚や子供に焦るのをやめ、気ままな一人暮らしをしている。これが私の生き方だ。そう思うと人生が今まで以上に楽しくなっている。